私、今、研究計画書を頑張って書いています。迷っている人は早めにこの授業を受けた方がいいですよ。そうですね。オタクにすることも一度やりたいです。初めて日本に興味を持ったのは中学生の頃でした。日本のアニメを見てとても面白いと思いました。そこで自分はデザインに興味があるということが分かりました。日本語の勉強したきっかけは小学校2年生の時、日本のアニメエヴァンゲリオンを見た。その後、アニメが私に対して衝撃があって、その中学2年生の時、香港で日本語を勉強が始めました。大学の授業で先生が日本のデザインを紹介してくれました。そのデザインを見て日本に行きたいと思って日本語の勉強を始めたんです。JLPT を受けて、だんだん日本語が面白いと思って、日本語勉強が、本当に始めた。最初の JLPT は N5 ですね。その時満点が取れました。日本に行ったら日本の美術大学院でグラフィックデザインを勉強したいです。将来は日本の大学に進学したいです。第一志望は東京工業大学です。そこでコンピューターやエンジニアを勉強したいと思います。最初は絶対に私はいちご大福を食べたいです。インターネットで見てすごく美味しそうと見えます。あとは、日本の自然を見たい。例えば桜、本物はまだ見てないので、早く見たいです。いろいろなことを、やりたいですね。例えば、メイド喫茶とか、お台場でガンダムを見るとか、そうですね。オタクにすることも一度やりたいですね。旅行に行きたいです。北海道に行きたいです。私住んでいるところは雪があまり降らない抹茶のデザートを食べたいです。その後は、日本の文化も好きですね。そして、郷土へ旅行して、郷料理を食べたり、清水寺や金閣寺とか、そこも行きたいですね。歴史的な建築物が観光したいです。その日本の文化が、もっと、知りたいですね。はい、もちろんです。理由は簡単です。本当にその授業はオンラインでも楽しいです。はい、満足しています。もし質問があったら先生に聞くことを先生が答えると、すぐに疑問、解決ができます。インドネシアから日本の美術大学の行く人はあまりないから情報が少ないです。DLS のオンライン授業を受けることで、クラスでも日本の情報や私の担当ティーチャーのマイティーチャーから美術大学の情報をたくさん聞くことができます。日本語のレベルアップのために、国から授業を参加してもいいと思います。日本語、は、1年勉強しないで、もし同じ授業で、勉強した後、香港で習んだ日本語のレベルが、落ちることが、ないと思います。今は毎日勉強ができる、から、日本語がまずまず上手になります。進学したい人は早く情報も集めることができるので、国にいながら進学の準備もできる。もしかしたら日本に行く頃には準備がすべて終わってるかもしれませんね。
迷ってる人は早めにこの授業を受けた方がいいですよ。この TLS の授業は日本に来る前に受けた方がいいと思います。日本語のレベルアップもできて、私の進学に必要な情報も聞くことができます。絶対受けた方がいいと思います。なぜなら、より早く日本語を勉強できる、できるし、目標がある、例えば大学に進学や就職目指すの人たちにも、日本に来て、すぐに日本語が上手になって、仕事も探しやすいし、大学の勉強や、目標がより近くに、見えますね。目標を決めた後、その目標を向けるのが大切と思います。私、今、研究計画書を頑張って書いています。ちょっと大変です。日本の大学院に行きたい人、私と一緒に頑張りませんか？私も日本に行きたいですが、今は、行かないですね。今オンライン授業で、先に行きましょうか。私と一緒にオンライン授業を頑張りましょう。バイバイ。待ってます。私もオンラインでも待ってますよ。バイバイ。どうでしたか、インタビュー受けてみて。楽しいですね。本当？よかった。はい。ちょっと大変だった。いえ。役に立って本当にいいと思います。ありがとうございます。早くメイド喫茶行けるように、メイド喫茶で日本語ペラペラ使えるように頑張りましょう。そう。では、邪魔してありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあまた明日授業で頑張ってください。はい、お母さんにもよろしく。じゃあ日本で会いましょう。はい、日本でね。はい。はい、じゃあね、さよなら。